こんにちは、正臣です。マレーシア・クアラルンプールからサイバージャーに引っ越したということで、引っ越しを機にですね、便利グッズなどではなくてですね、生活の必需品、これを買ってよかったなと思った家電などを中心に紹介していきたいと思います。引っ越しを機に買い揃えた家電5選ということで、それでは行ってみましょう。どうぞ。まさおみチャンネルなのです。これは買って損なかったなというものを紹介したいと思います。第5位です。はい、こちらになります。こちらエアフライヤーですね。これはですね、買ったのではないのですが、クアラルンプールからサイバージャーに引っ越す際にですね、僕の友人が置いてったもの、できれば引き取ってくださいということでですね、託されたものになります。でこれですね、使ってみると案外使いやすくてですね、揚げ物、焼き物、何でもこなせるんですよね。とにかく油が必要ないというのが一番嬉しいポイントです。料金の方はもらい物なので分かりません。ただ、このエアフライヤーがあるだけで料理の幅がぐんと広がります。ぜひともエアフライヤー購入考えている方は購入してみたらいいと思います。でここですね、ここに物を入れて、でこれでタイマーをかけるということです。このエアフライヤーがあることによって揚げ物もできたり、あとは焼き物もできたりしますね。小さいピザなんかを焼くには最適だと思います。あとですね、ポテトフライなども油を使わずにできるので、揚げ物なんかもとっても便利です。油を使わないで空気で揚げたりするので、ヘルシーになります。とても助かっております。マレーシアの電源になってますね。続きまして第4位。こちらも私が買ったものではないのですが、これは入居する際に大家さんにプレゼントされたものになっております。いわゆる浄水器ですね。浄水器なんですけれども、もうこの浄水器があるだけで全然違います。水を買わなくて済みますし、料理にも使うことができます。私自身は浄水器の水を飲んでおりますが、気になる人は沸騰させたりですね、あとは飲料用の水を購入してみるのがいいのではないかなと思います。浄水器があるだけで料理には使えますし、重たい思いもしなくていいのでおすすめだと思います。何しろですね、水は生命線になるので、これはとてもおすすめだと思います。番外編としまして、この炊飯器の紹介をさせていただきます。ラザダ、マレーシアのアマゾンのようなサイトでですね、購入させていただきました。価格の方は124リンギ。もう現状1年ほど使っておりますが、特段問題はないのですが、構造を見てもらえればわかると思うのですが、ものすごく簡易的な炊飯器となっております。ただですね、保温機能がちょっと弱いので、これから炊飯器が必要な方はもうちょっといい値段のものをお勧めいたします。私は普段食べる分しか炊かないようにしていまして、保温機能が弱いこともあるので、余った米は冷ましてですね、すぐに冷凍している形でございます。電源も、マレーシアのものになっております。中をね、見ていただければ簡単にわかるとは思うのですが、簡単な、もう、なんて言えばいいんだろう、釜になってます。ものすごい薄い。全然熱くないです。で、開けていただければすぐわかると思うんですが、もう本当に、下が
温まるようになっていて、ちょっと汚いですけれども、で、ここに釜を入れるって感じですね。いろんな炊き方があってですね、ここですね。スープなんかもできたりします。スチームとかですね、ここら辺あります。第3位。プロジェクターになります。サイバージャイアの引っ越しを機に、おうち時間が格段に増えたので、家での生活を快適にしたいなと思ってプロジェクターを買いました。私が買ったのがルモスというメーカーになるのですが、こちらも結構有名なメーカーらしくてですね、マレーシアでは一番人気というふうに聞いております。私が買った購入金額はラザダで550リンギットでした。うちには大きな真っ白な壁があるので、そのまま壁に映しております。そのまま壁に映しておりますが、特に問題なく映っております。綺麗に映ります。スピーカーもついているので、映画なんかを見るのには最適だと思います。その他 YouTube なんかも普通に見れますし、ゲームなんかも映すことができるのでおすすめです。マレーシアに残ることができたら、引っ越しなどの状況や、現在住んでいる家も紹介したいと思います。また就職活動をしながら動画の制作もどんどん続けていこうと思います。第2位。こちらのロボット掃除機になります。こちらですね、iLife という会社が出しているロボット掃除機になっておりまして、どうやら中国製品のようですが、特段問題なく使えております。日本でも結構人気のある掃除機らしいです。マレーシアで部屋を借りる際には、大体が下ですね、白い床だと思うのですが、白い床だと髪の毛が特に目立つんですよね。本当によく目立ちますし、ホコリなんかもすごい目立つようになります。私は掃除をがっつりやる方ではないので、もうこれがあるだけでだいぶ楽になりました。例えば出かける前などにもスイッチを押すだけでですね、全部掃除してくれますし、目立つ髪の毛なんかも綺麗に取ってくれます。この掃除のメンテナンスも楽にできます。普通に捨てるだけになるので、とても重宝しております。あと、マレーシアでは日本と違って、この床に大きな段差がないので、平面なんですよね。そのため、お掃除ロボットがあるとだいぶ便利になると思います。もちろん大きなゴミは自分で掃除しますし、小さなホコリや髪の毛だけを吸ってくれるだけでもだいぶ楽になりました。カーペットも難なく掃除してくれますし、何しろメンテナンスが楽なので、男の味方だと思っております。日本でも結構人気があって、日本でも発売しているようなので、気になる方はチェックしてみてください。それでは最後に私がマレーシア引っ越しを機に購入して良かったもの第1位です。圧倒的な1位ですね。それは免許とバイクです。何しろ行動範囲が広がったのが一番ですね。劇的に生活が変わりました。前回紹介した動画でもお伝えいたしましたが、マレーシアでは高速道路、バイクは無料になります。モールに行く際の駐車場もバイクは無料になります。サイバージャヤでは公共の移動手段があまり整備されてないんですよね。バス、電車、乗るにも結構大変です。基本的には自転車かグラブ移動になるのですが、移動手段、
今回私が買ったバイクを手に入れたことによって本当に生活が劇的に変わりました。ただご飯を食べに行く時やスーパーに行く時、コロの時もですねグラブを使っていたのですが、もうバイクがあるだけで好きな時間に行けますし、時間を待つことなく行動できるのがとても素晴らしいことだと思っております。ただマレーシアでバイクを乗るには一つだけ問題があります。マレーシアには日本でいう原付がないので、日本の自動二輪の免許が必要になります。自動二輪の免許を持っていないとバイクを運転することができないということになります。その点だけはお気をつけください。今回はサイバージャーの引っ越しを機に買い揃えて便利だったもの5選をお送りいたしました。もし皆様もこれ買ってよかったよというものがございましたら、コメントで報告の方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。正臣でした。バイバイ。